RX78-2 ガンダムバージョン 2.0。RX78-2 ガンダムは地球連邦軍が V 作戦において開発を進めた白兵専用試作モビルスーツである。ビームライフルやルナチタニウム合金製の装甲、教育型コンピューター、コアブロックシステムなど当時の最高水準の技術が投入されている。ガンダムの開発は地球連邦軍に加え多数の関連企業が参加して行われた。参加企業の一例としてビームライフルやハイパーバズーカはブラッシュ社が担当している。また複数のジェネレーターを搭載していたことも当時の機動兵器としては画期的であった。各ジェネレーターはコアファイターとランドセル、脚部など機体各所に分散して配置されている。この複数のジェネレーターによってザクの5倍以上のエネルギーゲインを発揮するに至ったのである。このような設計は開発費の高騰を招いたものの、それに見合うだけの性能をガンダムは有しており、一年戦争を代表するモビルスーツとしてだけでなく、以降の地球連邦軍のモビルスーツ開発にも大きな影響を与えることとなった。というわけで皆さんお疲れ様です。どうも、プラシキです。本日はリアルグレード144分の 1RX78 の2ガンダムバージョン 2.0 を作っていきたいと思います。2024年8月10日発売、販売価格は3850円となっています。機動戦士ガンダム放送開始から45年という記念の年にとうとう出ましたね。ガンダムのバージョン 2.0。今回のこのキット、バンダイの力の入れ方がかなりすごいなという印象でしたが、ホームページなんかもかなり力の入れようがすごいですもんね。このキット、どのような技術が使われて最新のフォルムになっているんでしょうか。楽しみに作っていきたいと思います。さあ、それでは早速内容物をチェックしていきたいと思います。トリコロールが綺麗ですね。内袋が1、2、3、4。そしてランナーを並べてみました。このような感じのランナー数となっています。リアルグレードらしく各パーツ細かくなっていますね。さあ、それではランナーの方を見ていきたいと思います。こちらまずガンダムバージョン 2.0 の新規ランナーが全て使われていました。こちら A ランナーはトリコロールが眩しいランナーとなっています。そして外装パーツ系は、アンダーゲートが使われているみたいですね。なんかいくつかアンダーゲートの使われているパーツがありました。そしてこの辺り頭部のパーツですかね。結構モールド細かく入っています。そしてこちらも外装系のパーツ。そしてこちらが裏打ちの部分のモールドですね。結構情報量が多いですね。このような感じになっています。そしてこちらも外装系のパーツとなっているようです。やはりこうやって見てみると結構パーツそれぞれ細かく作られていますよね。この分もそうですね。こちらは多分内部フレーム関係のパーツになっているのかと思いますが、見ての通りなんですが、このディテールとか細かいですよね。かなり情報量の多いパーツ構成になっているような感じがしますね。最近はよく HG ばっかり作ってたので、リアルグレードってこんなにディテール細かかったっけというような感じで、かなりちょっとびっくりしちゃいましたけれども、特にこのガンダムのバージョン 2.0 に関してはパーツのそれぞれのディテール細かいかなという感じがしますね。全体的に非常に細かい部分まで作り込まれている、そういう印象を受けました。この辺りの縦の裏面やビームライフルなんかの造形もすごいですよね。今の技術の進歩はすごいなとちょっと感心してしまいますね。そしてビームサーベルのエフェクトパーツ、そしてリアルグレードおなじみのリアリスティックデカールですね。結構やはり枚数多いですね。このような感じになっています。そしてツインアイの部分のシールが2種類ありますね。そして説明書ですが結構分厚いです。冊子タイプのカラーと白黒の説明書となっていました。内容量このような感じになっていますね。さすがリアルグレードといった感じでしょうか。中面にはこのようにポージングや解説なども入っています。もちろんパーツも細かいんで組み立てする際に少し気を使うんですが、しっかりと説明書を読んでいけば組み立てるのはそこまでがっつり難しいなという感じではありませんでした。そして裏面にはこのような感じでリアリスティックデカールの添付場所が記載をされています。そして余剰パーツですが、もちろん新規造形のため余剰パーツは出ないようになっていました。このようになっています。さあ、それでは内部フレームを組み立ててみました。このような感じとなっています。すごいですね。遠目で見るとなんかレゴブロックで組み上げたみたいな感じになってるんですが、今回アドバンスド MS ジョイントがないんですね。
初代からずっと続いてたと思うんですが、最近はちょっと減少傾向にあったんですが、使われておらず、すべてパーツの組み上げで内部フレームが出来上がっているといった形になっています。この上半身なんかすごいですよね。パーツを外した状態でも内部がすごい。脚部なんかもこのような感じとなっています。かなり細かいですよね。造形がすごい。そしてこちらが腰部のパーツ。この辺もすごいですよね。かなり細かい作りとなっています。内部フレームを先に組み立てると結構面白かったですね。今回の説明書の中に Web に内部フレームを先に組み立てる用の説明書がありますというような記載があったので、そちらを見ながら最初に内部フレームを組み立てました。そしてこちらが膝関節なんですが、相当曲がりますよね。この辺りの仕組みはすごいなと思います。そして上半身はこのようにコアブロックシステムを見事に再現といったところでしょうか。作りが細かいですね。バックパックなんかもかなり細かいと思います。そしてこちらの肘関節もかなり大きく曲がるような内部フレームとなっていました。さあ、それでは内部フレームに外装パーツを取り付けたものを見ていきましょう。このような感じになりますね。胴体部分、このトリコロールのカラーリングが見事ですね。そしてこのようにコアファイターをコアブロックとして胴体の方に差し込み、そして下部を差し込んで、後ろがこのようにカチッとはめると固定できるようになっています。いいですね。そして続いて頭部、このような形になっています。ツインアイの部分のシールがいいですね。全体的にもう合わせ目とか無縁のような感じのディテールになってますね。いいですね。そしてこちら腰部パーツ。腰部パーツは全てのスカート位置動くようになっています。このような感じで独立しているような形になっていますね。ディテール細かいですね。裏面なんかにもしっかりとこのように入っているような感じとなっています。さあ、そして腕部パーツ。このような感じになりました。細かいですね。パーツ分割がさすがリアルグレードといった感じでしょうか。この手首の位置なんかはあえて動くようにしているんでしょうかね。そしてこちらが肩アーマー。肩アーマーもこのような形で色分け。そしてしっかりと合わせ目なども出ないような作りとなっていますね。肩アーマーはこのように前後開くことができるようになっています。そして脚部パーツ。こちら足部分。足部分このようになっていますね。色分けもしっかりとされています。リアルグレードらしい作りといったらいいんでしょうかね。いいですね。裏面なんかもこのようにディテールしっかりと入っています。そして脚部の方ですが、このような感じになりますね。いいですね。合わせ目なんかもなく、ちょっとしたアクセントで白い色が違う部分があるので、結構それがいいアクセントになっています。そして武装類、こちらビームライフル。合わせ目が出ない作りですね。上からかぶせるような形になっていたんですが、それぞれが結構独立のパーツになっていました。いいですね。この辺りもしっかりと作り込まれていると思います。そしてこちらハイパーバズーカも合わせ目の出ない作りとなっていますね。この白い部分も出ないようになっていました。この辺りもディテール細かいですね。後ろのこの部分は段落ちモールドになっているんですが、フロントの部分に関しては一体成形となっているため合わせ目出ないようになっていました。そして伸縮のギミックも搭載をされていて、握り手が少し稼働するようにできています。この辺りも作りが細かくいい感じになっているんじゃないでしょうか。そしてシールド、このような作りとなっています。しっかりと色分けされていますね。ディテールなんかも結構細かく入っています。裏面なんかもこのような感じになっています。スライドのギミックが搭載をされているようです。そして握る持ち手と腕の前腕部につける用のパーツがついています。そしてビームサーベルが2本ですね。こちらバックパックのところから取り外します。そしてマニピュレーターはこのような感じで数種類ついてるんですが、ちょっと付け替えがめんどくさいなという印象は受けました。このように平手がついてるのはいいですね。さあ、それでは外装パーツを付け終わったので各箇所取り付けをしていきたいと思います。
まず脚部の方から、こちらは軸でのジョイントとなっています。各関節結構保持力高めかなという印象でした。下半身このような感じになりますね。いいんじゃないでしょうかね。プロポーションもかなりしっかりとした感じになっています。左右へはここまで足を広げる可動域がありました。前後へも相当ありますね。そして先ほども見たんですが、この膝の部分、アーマーがしっかりと連動するのがいいですよね。そして足首も左右にこのように振ることができますし、足裏は3箇所分かれるようになっていますね。前後にも動きます。このような形ですね。作りが細かい。そしてこの太ももの位置はこの位置まで回すことが可能となっています。そしてこの腰部なんですが、根元の部分がこのように動かすことが可能となっているので、土台の基礎の部分から動きます。そしてこちら腕部の方は軸でのジョイント、 PS ジョイントですかね。このようになっています。いいですね。そして頭部はボールジョイント、このように水平方向まで上げるつもりがかなり上まで上がることに驚きました。可動域めちゃくちゃ広いですね。前にやる動作に関してはこの位置まで、そしてこのような感じで肩アーマーが開くので、この辺りは柔軟にポージングできそうですよね。そして肘も先ほど見た通りこの位置まで曲げることが可能です。で、これと外装パーツつけて思ったんですけど、全然ポロリがないんですよね。個体差もあるんでしょうかね。やはりリアルグレードはポロリがあるので、こういうポロリがないキットはいいですよね。そしてこのコアファイターの位置、フロント部分はこのように開くようなギミックが搭載をされています。そして頭部ですが、上を向く動作はかなり得意ですね。軸がいくつかあるので、かなり上を向くことが可能となっていました。このような感じですね。そして左右へもしっかりと首を振ることが可能となっています。そしてバックパックは 3mm 穴、2穴でのジョイントという感じでしょうか。そしてバックパックはこのスラスター、バーニアの位置ですかね。この位置が動くようになっています。そしてこのビームサーベルの取り付け位置もしっかりと稼働するようになっていました。そして下半身とのドッキングは軸でのドッキング。これでガンダムバージョン 2.0 完成となります。かなりいい出来じゃないでしょうか。そしてこのコアブロックの状態からコアファイターに戻すことも可能です。コアファイターちゃんと作られていますよね。このコックピットの位置なんかも引き出してコアファイターとなります。そしてこのコアファイター、後ろの車輪がちょっと取りやすいかなという印象を受けました。それでは以上で完成となりました。さあ、ガンダムバージョン 2.0 完成しましたが、どうですかこの立ち姿。かなり密度感があるような感じの機体となっていますよね。相当情報量も多いんですが、このちょっとどっしりとした感じのプロポーションいいですね。それでは少しポージングを見ていきたいと思います。このキット可動域がかなり広いので、ポージングは言うことないかなという印象でした。で、ポージング撮ってる時もポロリをするような感じがほとんどなくて、唯一フロントのスカートぐらいですかね、足動かしてる時に落ちたりっていう感じでした。それ以外は全く文句ないっていう感じですね。このようなポーズを取ることも可能になってます。すごいですよね、このポーズ取れるって。さあ、本日購入した方も多いと思うんですが、どうだったでしょうか。ガンダムバージョン 2.0 いい出来だと思います。皆さんいかがだったでしょうか。今回リアルグレード144分の 1RX78 の2ガンダムバージョン 2.0 を作った感想ですが、さすがの最新キットといった感じでバンダイの最新技術が各所に使われていました。色分けの秀逸さや可動域の広さは言うことなしで、ポロリもなく全体的なプロポーションバランスもいいのではないでしょうか。小さなキットなんですが、内部フレームの成分もあってか、持ってみると密度感がすごいです。これからアドバンスド MS ジョイントは使われなくなるのかなというぐらい、内部フレームの構造が本当に見事でした。リアルグレードなので少し手間はかかりますが、組んで出来上がった時にはガンプラの進化に感動するぐらいいいキットになっているのではないかと思います。それでは今回はこの辺で。初めての方もいつも見てくれている方もご視聴ありがとうございました。
よかったらグッドボタン、チャンネル登録などしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。